どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いてください。よろしくお願いします。はい。今日はなんとスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい。ということでね、今日もゲストに木村さんをお招きしてお話ししていきたいと思います。はい。で、今日のテーマはチップ。うん。うん。で、なんでこのテーマを選んだかというと、この前、ニュースで見たんだけど、今日うん。本のレストランとかで、スマホを使ってお客さんがお店の人に対してとかお店に、チップを送れる仕組みを導入する動きがあるらしいのよ。うん。うん。でもうすでに愛知県とか岐阜県とか三重県の250店舗ぐらいのお店でもうチップ制度を始めたらしいのよね。うん。うん。で、それによってお店の人、従業員の人のモチベーションの向上につながってるっていうふうにニュースでは書いてあったんだけど、うん。まず木村に聞きたいのは、このチップ制度、賛成それとも反対？賛成だね。あ、そう。それはうん。なんで？やっぱりね、なかなか飲食業で、うん。給料、しっかりもらえない場合もあるしさ、お客さんとして自分が好きなお店はサポートしたいなって思うのね。で、そういうふうな形で、ご飯を食べたりとかするだけ以外にも、そういうサポートができるのっていいなって思なるほどね。確かに今の日本のシステム上、サービスすごいいいなと思っても、この応援のしようがないからさ、ただう。うんもう、ありがとうございましたとか言うしかないから、そうん。うん。れ以上にサポートしたい人にとっては、確かにいいシステムなのかもね。そうそう。まあ、もちろんね、お店行ってご飯食べるとかっていうのが何よりお店のサポートになると思うんだけどさ。うん。お金、チップを渡すっていうのは、一つね、いい手だと思う、俺は。なるほどね、なるほどね。面白いね。うん。実はね、俺はこのチップ制度で反対なんだよね。あ、そうん。う。うん。木村の言ってた意見も確かになって思うところはあって、すごいうんうん。いい意見だなと思ったのよ。うんうん。なんだけど、やっぱり日本人って結構ルールに関してははっきりさせたい人が多いと思うのね。イエスかノーか。うんうんうん。で、チップ一回じゃあ導入しますってなったら、なんかもうみんな払わなきゃいけない雰囲気みたいになるような気がするね、俺は。ああ、なるほどね。そう。うんうん。もう払うの当たり前ですよねってなっちゃったら、なんか払わない人が、なんか悪者みたいな感じの、この同調圧力が生まれうんそうで、強制じゃないけど、ほぼほぼ強制みたいな形にどんどんなっていったらちょっとめんどくさいなって俺は思った。それすごい日本っぽいね。日本の社会で起こり得そう。今、俺もちょっと思ったわ。でしょ？うん。うん。で、そもそも結構さ、アメリカとかでさ、チップ制度があってさ、アメリカでも一応チップはさ、強制じゃなくてさ、オプションでしょ？うんうんうだけん。ど、チップ払うのがもう当たり前になっちゃってるからさ、もう半分強制みたいな感じだと思うんだよね。うんうん。そうね。うん。だから日本だと、それよりもっと強制力が高いというか、同調圧力がありそうだから、俺はちょっとそれがあって反対かな。うんうんうん。なるほどね。うんこれさ、でもさ、今、日本に、来る旅行客、海外からの旅行客すごい増えてる中でさ、うん。来る国によってはチップ払うのが当たり前の国があってさ、で、そうん。の人たちからしたら別に日本に来て払うのも、あんまり、ためられないのかもしれなくてさ、
チップでもっとそのスタッフのモチベーションを上げられるんだったら、もうそれはいい、いいかなって。その観光うん。が来てることを利用してうんうんうやるのはいいかなんうん。と思うよね。まあ確かに観光客の中にはチップを払いたい人も絶対いるだろうからね。うんうんうん、うん。うん。それはあると思う。じゃあさ、木村はもし今行ってる自分の行きつけのお店でチップ制度が導入されましたってなったら、それは全然気にならない。気にならないかな。うんむしろ嬉しいぐらい。いや、嬉しいってことはないけど、うん。そうね、まあ、自分が好きだからそのお店行くし、うん。そうね、サポートしたいなとは思うよね。うんうんうん。まあそれでチップで売り上げも上がってさ、で、従業員の人もモチベーションが上がるんだったら、まあウィンウィンだよね。そう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 。ううん、ん。売り上げ上がった方がやっぱりお店も長く続くだろうしね。そうそう、そうね。うんうん。じゃあ例えば自分が働く側、店員さんだったら、このチップ制度あった方がいいと思う。あった方が嬉しい、やっぱり。まあ、ちゃんと、そうね、まあ、全員に行き着くようにするんだったら、俺は働き手としてもいいと思うよね。なるほどね、なるほどね。結構やっぱり木村の考え方的にはチームプレイヤー的な考えだね。もうみんなで一緒に頑張ろうっていう感じだね。そうね、そうね。うん。うんうん。いや、俺は自分がもし店員だったうん。ら、チップは欲しくないから。欲しくない、そもそも。うん、そうね。うん。いや、お金自体は欲しいって思うけど、逆にそのチップがあるからこそ、仕事の時のプレッシャーもなんか上がりそうな気がして、うんうんうん、もちろんね、いいサービスを常に、頑張って提供するっていうのは大事だと思うんだけど、チップがあることによってお客さんも、なんだろう、評価する、なんか審査員みたいな立場になって、なんか一つ一つの動きをすごい細かく見られそうな気がして、特に日本人って結構細かいじゃん。うん。うんうんうん。うん。うん。そうね。だからそういうところで、ちょっと日本人のその厳しい評価の目にさらされるのは怖いかなって思う。でもこれ以上何が、この日本のサービスをよくできるんだろうと思うところあるよね。確かに確かに。もう元々だってね、すごいサービスがいいから、チップが導入うん。されたら、じゃあどうやってプラスで、プラスアルファのサービスを提供するのっていう話には確かになるよね。うん。そう。そうね。確かに確かに。それ聞いてちょっと思ったけど、俺が前さ、アメリカに旅行した時うんに、やっぱりアメリカってさ、チップ制度があってさ、うん。うんうん。で、まあ、払わなくてもいいって言うけど、まあ、大体ほとんど100%払わなきゃいけないと思うんだけど、もしね、今これ聞いてるアメリカ人の人いたらちょっと先に謝っておきたいんだけど、アメリカのレストランに行った時に、なんか、このサービスなのに、プラスでチップ払わなきゃいけないのかって正直思った。うん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 。うん、日本だったら、もっといいサービスでお金払わなくていいのに、日本より低いサービスで、あ、俺お金払わなきゃいけないんだってちょっと思って、なんか損した気分にはね、なった。うん。そこは、あれだよね。働く人のさ、考えうん、方うん、の違いもきっとあると思うよね。うん、うん、アメリカだったら、自分はこれしかもらってないから、これぐらいの働きでいいやって思いながら働いてる人うん、がいて、で、なおかつ、まあ、チップをもらえるから、もうちょっと頑張ろうかなって思う人もいるから、うん、そもそもの仕事に対するうん。メンタリティが人それぞれだなってすごい思確かに確かに。うん。さっき木村がちょっと言ったように、日本人はだからその、インセンティブをもらうから頑張るっていうよりは、このチームで頑張ろうっていう気持ちが強いからっていうのもあるんだろうね、きっとね。う。うん、うん、そうね。なるほど、なるほど。じゃあさ、まあ最近このチップ制度が日本でもちょっと広まってるみたいなんだけど、これからうん。さ、もっとどんどんチップ制度日本の中で広まっていくと思う？いやー、そんなことないと思うな。
うんうんうん。それはなんで？やっぱり味で勝負したりとかっていう風にしてる人とかもいるし、どんな業界でもその自分たちのサービスにこだわってるから、そこでもらってるお金以外ではもらわないって人もいるだろなとはちょっと思うよね。うんうんうん。だから、確かにね、確かに。うん。そう、そんなに広がっていかないんじゃないかなっていうか。確かにね。一応ね、日本でもね、心づけって言ってさ、まあ、チップみうん。たいな、なんか、お金をちょっと従業員の人、お店の人に渡したりっていう習慣はあるっちゃあるけど、やっぱり例えばアうん。メリカのチップ制度とかと比べると別に一般的じゃないし、ね、普通のレストランだったらそういうことはしないからさ、やっそうね。ぱり、うん、日本の文化的にどうだろう、これからどんどん広がっていくのは、俺もあんまりないんじゃないかなと思うね。そう。机に、食べた後のさ、テーブルにさ、お金置いてったらさ、チップって思われないよね。まず、お金忘れてってんじゃないかって思われると思うんだよね。うんうんうん。うん。そうね。まあ、さっき木村がちょっと言ったけどさ、日本はもうもともとさ、サービスの質が良くてさ、で、今、現状ではさ、ほとんどのお店にそのサービスに対してお金を払わなくていいっていうのが当たり前だけどさ、やっぱりこのうん。チップ制度の話をしてみて、もっと日本の店員さんに感謝しなきゃいけないなって、ちょっと再認識できたね。そうね。うん、だからこれ聞いてる人もね、日本のおもてなしをもし感じることがあれば、そのお店の人に感謝をぜひ直接伝えてみてください。ということで今日はチップについて話してみました。皆さんは日本のチップ導入に賛成ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。